第一章。父ハワード・チャップマンは信じられないという目で私を見つめた。サリバン家との縁談を破り、ブルースと結婚するなんて絶対に嫌だって大騒ぎしたじゃないか。今さらどうしたんだ？彼の目を見つめながら、前世で彼の人生が狂い出す前に見せた笑顔を思い出し、胸が締め付けられた。その時は子供だったの。父さん、あなたは私のために一家の活動を縮小して真っ当な道に進むつもりで、表向きは普通の金持ち実業家を装っていた。私も普通の人と同じように幸せに生きられると本気で思っていた。でも間違ってた。力がなければ誰かにいじめられるだけだ。他のマフィア家と同盟を組むのはむしろ我々にとって良いことなのかもしれない。それが今はわかる。父さん。それにあの3人のことだけど、彼らにはそれぞれ愛する人がいる。私は人の心を引き裂くような真似はしたくないの。ホワードはほっと息を吐き、愛情を込めて私の肩をポンポンと叩いた。お前は昔から見る目がある子だって私はずっと言ってきただろう。すぐにサリバン家へ行って結婚の件をまとめてくる。もしあの連中が道理をわからなければ手段を選ばずお前の望みを叶えてやる。彼が役者ぶる様子を見て思わず笑みが漏れた。この私を甘やかしてくれたホワードが前世では私のためにあんな目にあった。今世こそ私たちの運命を書き換えてみせる。拳を握りしめ涙をこらえた。再び口を開く前にドアが勢いよく開き、3人の男が押し入ってきて私を取り囲んだ。真っ先に前に出たヨエル・ヘンダーソンが私の肩をぎゅっとつかみ、指の力に思わず顔をしかめた。シャーリー、ちゃんと言ってくれ、誰を選ぶんだ？俺じゃないよな。ヨエルは前世、私の右腕であり、私が期待をかけて立ち上がるために手持ちの資源のほぼ半分を与えた男だ。しかし、彼が副首領になった途端、裏切り、秘密を盗んで我々を破滅に追いやった。私は冷たい目で彼を見つめ、口元に冷笑を浮かべた。私の反応は、むしろ彼らをさらに怒らせ、表情を険しく歪ませた。シャーリー、誰を選ぼうと関係ない。俺たちはついていかないからな一人が吐き捨てるように言った。お前を最後には誰にも相手にされない女にしてやる。俺たちはアメリアに決めた。彼女はお前みたいに甘やかされたお嬢様じゃない。彼女こそ俺たちの支えが必要なんだ。彼らが確信を持ってそういうのを、ブルース・サリバンとの婚約を発表しようとしていた私は、嘲笑を禁じ得なかった。私は今日、何も発表しないことにした。彼らの怒りは頂点に達し、ヨエルの私の腕をつかむ手にさらに力が込められた。お前たち、本当に熱いなホワードが淡々と言った。ホワードの仲裁に、3人の男は即座にお辞儀をし、態度を良い子に変えた。ヨエルはしぶしぶうつむき、強く言った。チャップマン様、あなたのご恩は忘れませんが、シャーリーと結婚することで返すことはできません。命を差し出しても構いませんが、心まで縛ることはできません。私たちはアメリアを愛しています。彼女と結婚したいのです。そうです。自分たちの人生は自分で決めたいのです。イーサン・ローレンスとネルソン・スミスも口を揃えた。ホワードは少し怒りを含んだ眉を潜め、私がなぜブルースとの結婚を考え直したのか、状況を理解した。お前たち、アメリアと結婚することが何を意味するか、少しは考えたのか？ヨエルは鼻で笑った。チャップマン様、アメリアはシャーリーの1万倍も頑張っています。彼女はもうすぐ名門セントハートウェル大学から合格通知をもらうところです。そうなれば、俺たちも表舞台に戻って頂点を極められます。残る2人も同意のうなずきを見せた。アメリアは元踊り地頭がよく努力家だ。
セントハートウェル大学を優秀な成績で卒業するのは当然だ。そうすれば政財界の大物とつながり、チャップマンか以上に力をつけられる。ホワードは諦めたようにため息をつき、他の二人の目に宿った決意の色も、明らかにヨエルの意見に賛同しているのを見て取った。シャーリーの婚約者は決まった。三人が逃げ道を考えもつかないうちに、ホワードの宣告は彼らが抱いていた幻想を打ち砕いた。1ヶ月後、シャーリーの結婚式の鐘が鳴る。その時、お前たちもそこにいるんだ。その時こそ、誰が彼女の手を取ったか、お前たちの目で確かめろ。ホワードが身を乗り出し、声を潜めていった。サリバン家からすでに承諾を得た。これから詳細を詰めるために向かう。帰るまで3週間ほどかかるかもしれない。じっと待っていてくれ。私が戻ってくる頃には、私の良い娘は花嫁の道を歩んでいることだろう。第2章。ホワードが去ると、3人は時間を無駄にせず、アメリアを連れて私の成人式の宴にやってきた。彼女は豪華なドレスに身を包み、宝石をふんだんに飾り、完璧にカールしたまつげ。間違いなく彼女が主役の場だった。私は影からそれを見つめ、笑みを浮かべた。彼らは以前、我が家の財力の後ろ盾もあって、金を湯水のように使っていた。しかし、私が人生をやり直してからというもの、財務担当者にはっきり言い渡した。もう金は出さない、と。今、彼らは自分の手持ちの金を使い果たしている最中だ。結婚式の騒動が終わるまでに、彼らに一体何が残っているのか見てみたいものだ。案の定、その後数日、彼らはアメリアを王族のように甘やかした。彼女の誕生日パーティーは、3人の求婚者が贈り物で競い合い、女王にふさわしい豪華なものとなった。ヨエルは彼らを圧倒し、ダイヤモンドが散りばめられた花束を手に、片膝をついた。アメリア、僕たちは君に世界を捧げる。君はいつだって僕たちの王女様だ。私もかつて子供の頃に遊んだ古木の下で、ヨエルに似たようなことを言われたことを覚えている。胸が締め付けられるような思いがして、気持ちを落ち着かせようと深く息を吸った。しかし、実際のところ、私は誰かの王女様になることなど夢にも思わなかった。私は自分自身の女王になるはずだったのだから。予想もしなかったのは、私がウェディングドレスを試着している日、荒踊りじしい手がそれを引き裂いたことだ。振り返って驚くと、そこにはヨエル、イーサン、ネルソンがいた。しかし、私についてきた運転手の姿はどこにもなかった。イーサンが前に出た。シャーリー、俺たちは決めたんだ。子供の頃に交わした約束は守らなきゃならない。俺たちは一緒にいる運命なんだ。それにアメリアと結婚するとき、お前はベビーシッターになってくれ。ネルソンがすべてが決まったかのようにうなずきながら口を挟んだ。彼らのずうずうしい言葉に私は胸がムカムカした。冷たく言い返した。それが私に何の関係があるっていうの？彼らの顔はしかめ面になった。シャーリー、その態度は何だ？俺たちは家族も同然だろ。関係ないなんて言えるか。それに忘れるなよ、お前こそサボってばかりで向上心のかけらもない。俺たちがいなければお前はどうしようもないだろ。誰もが知ってるだろ、アメリアを特別プログラムに入れようとしたが、お前が彼女をカンニングで陥れようとしたんだ。彼女はそれで自殺しかけたお前のせいだ。私は目の前の3人の愚か者を見据えた。アメリアは馬鹿同然で、あの3人の盲目のネズミだけが彼女に賢さを見出していた。彼女は最も簡単なことさえ正しくできなかった。それなのになぜ私が告発する必要があるというのか？彼らは今でもアメリアと一緒にセントハートウェル大学に行き、大物になれると夢見ている。
私はただ冷笑した。バカと議論しても無駄だ。すると突然アメリアが現れた。怯えた小鹿のような目で私を見つめている。シャーリー、あなた、本当に私のベビーシッターになる気なの？思わず目を向いた。私が王女様を辞めて、あなたの子守なんてすると思う？アメリアはよろめき、涙でいっぱいの目をした。わかったわ、シャーリー。あなたは私を尊敬していないのね。でも私にも夢はあるのよ。ヨエル、やっぱりお姫様の言う通りにした方がいいわ。私は所詮、財産もないただの人間だし、あなたたちの大きな計画の役には立てないから。彼女が言葉を終えないうちに、背中を押された。第3章。私は地面に強く打ちつけられ、足が荒い地面に擦れた。私のいわゆる婚約者たちは私を押しのけ、アメリアを抱き上げ、我先にと彼女の輝ける騎士を演じた。君のせいじゃない、アメリア。あの女は衰退するマフィア一家のお姫様に過ぎないのに、いつも君を見下して、君を批判してばかりだ。金があるからって俺たちをもてあそんでいいと思ってるな、シャーリー。アメリアはお前の1000倍も優れてる。お前の一家がまっとうな道に進む試みは、すべてアメリアの将来のコネ次第だ。俺たちに結婚を強要し、お前のボロボロの一家のために奴隷のように働き続けさせようなんて夢にも思うな。俺たちは絶対に屈しない。俺たちを飼い犬にすることはできない。彼らの視界から隠れて、アメリアは勝ち誇った笑みを私に向けた。前世、彼女はいつもかわいそうな私を演じ、私たちの間に亀裂を入れてきた。私は昔、自分が悪いのかと思い悩んだものだ。もう、そんなことはない。私は、誰が本当にもてあそばれていたかを理解した。私はただ、信じすぎただけなのだ。立ち上がろうとしたが、イーさんのブーツが私を押さえつけた。ヨエルの声には軽蔑がにじんでいた。まだ偉そうな真似をして。結婚ごっこに夢中じゃなければ、もしかしたらお前の芝居に騙されていたかもしれないけどな。お前と結婚するなんて考えただけで鳥肌が立つと彼は付け加えた。言い訳はいい。どんなに高級な絹をまとっていようと、アメリアの前では取るに足らない存在だ。ネルソンの足がウェディングドレスに叩きつけられ、彼の侮蔑は明らかだった。ネルソンが鉄の握力で私を押さえつけ、どんなに抵抗しても振りほどくことができなかった。私はヨエルを睨みつけ、怒りに満ちた声で言った。私の結婚はあなたたちに関係ない。しかし、3人はただ私を笑った。チャップマン様ご自身があなたの結婚式に私たちを招待しているのに、まだ強がっているなんてなと彼らは嘲笑った。俺たちはお前のためを思って言ってるんだ。ベビーシッターになれば、お前の夢もアメリアの夢も叶う。ありがたみもわからないのか。アメリアは涙で目を潤ませ、唇を震わせながら私を見つめた。シャーリー、私が悪かった。私があなたのベビーシッターになる。だからどうか結婚を進めて、どんなマフィアの女性首領になってください。彼女の哀れな芝居は、彼らを引きつける磁石のようだった。彼らは手画を呼び、私を押さえつけさせた。あの女の服を脱がせて、更生キャンプに送って、礼儀作法を学ばせろ。と命令した。私は耳を疑った。私はお姫様だ。よくもそんな扱いができるわね。誰も私に依頼えなかった。あの3人は私の婚約者という立場を利用して多くの手画を集めていた。今、父の不在に乗じて、ついに彼らは本当の悪意ある意図を明らかにしたのだ。歯を食いしばり、3人を睨みつけた。ヨエル、あそこでは私を殺すつもりなんだ。父さんは絶対に許さないよ。更生キャンプは人の心を折ることで悪名高い場所で、無事に
少なくとも精神的にまともな状態で出てこられるものは幸運だった。私はかつて誤ってそこへ送られたことがあり、それ以来トラウマになっていた。彼らはみんなそのことを知っていた。シャーリー、2週間だけ我慢して。俺たちがアメリアと結婚したらすぐに助け出して元通りにしてやるからと彼らは約束した。私はその地獄で5日間耐えた。彼らは私に見たこともないような道具を使い、私は野良猫のように戦った。片目を開けたまま眠り、目が覚めないのではないかと怖かった。その間、誰一人として顔を見せず、私の不幸を嘲笑いに来たアメリアだけが例外だった。あそこで死ななかっただけ、あなたは運がいいわねと彼女は嘲笑した。でも、この方がいいわ。じゃなきゃ、どうして後であなたが私の面倒を見られるの？結局、あなたは私の専属ベビーシッターになるんだからね。アメリアが身を乗り出し、息が私の耳に当たった。ねえ、あなたずっとヨエルのことを思ってたでしょ？残念だけど、あなたは一度だって彼らの心の中にいなかったのよ。ヨエルも他の2人も、私とは1年前に1000を超えてるの。彼女は妊娠検査の報告書を私の手に押し付けた。当ててみてよ、パパは誰だと思う？衝撃を処理する間もなく、アメリアは花瓶をつかみ、自分の頭に叩きつけた。第4章。血が噴き出し、アメリアは床に崩れ落ち、お腹を押さえた。あなたがこの子を産むことに賛成してくれないって分かってたシャーリーでも、命を奪うなんてひどい。彼女の言葉が終わらないうちに、ヨエルと彼の仲間がどこからともなく現れ、彼女を抱き上げ、キスを浴びせた。イーさんは私を睨み、指を突きつけた。更生キャンプに行ったくらいで、お姫陽気質が抜けないのか？ヨエルとアメリアはもう結婚式の段取りをしている。俺たちは買い添え人だ。最初はお前も招待するつもりだったが、もういい。お前はいらない。ネルソンが私を押しのけた。ここで自分がしたことをよく考えろ。自分を治す気になったら、助けを求めるんだな。そう言うと、彼らは私を部屋に閉じ込め、面会禁止にした。3日間の監禁で、私は喉が渇き、飢えていた。しかし、ヘアピンで鍵を開け、脱出することができた。家にたどり着くと、体中あざだらけの私を出迎えたのは、男性たちの嵐の中心にいるアメリアだった。彼女は見事なガウンをまとい、ダイヤモンドを散りばめたブレスレットをすすめかせ、華やかな縁の花であった。そこには、みすぼらしい私が、盛大な縁の招かれざる客として立っていた。しかし、私の目を奪ったのは彼女の手首だった。よくもあのブレスレットを。雷に打たれたように、私は飛びかかり、力いっぱいに彼女の手首を掴んだ。取り戻す前に、ネルソンが私を強く地面に押し付け、イーさんが私を押さえつけ、プラインドのかけらもなくアメリアにお辞儀をした。アメリアがこの古いブレスレットを持つのは名誉なことだ。その通り。お前には宝石が山ほどあるだろ。一つアメリアにやったって何が問題なんだ？ヨエルは彼らが私を押さえつけても何もしなかった。シャーリー、一体どうやってあそこから出てきたんだ？まだ俺たちが結婚するなんて思ってるんじゃないだろうな。はっきり言っておく、そんなことはありえない。深く息を吸い、3人の男を見つめた。このブレスレットはママの形見よ。彼女が初めてあなたたちを家に連れてきた時につけていたもの。ヨエルたちは固まり、マドレ、母の優しい世話の記憶がよみがえった。その時、アメリアが泣き崩れた。ごめんなさい、全部私が悪いの。ブレスレット返しますから。彼女は言葉を追えなかった。転んだふりをして、ブレスレットは床に落ちた。私は呆然と粉々になったそれを眺めた。次の瞬間、アメリアがそれを踏みつけ、
完全に押しつぶした。私なんかが持つ価値ない。私の出身を馬鹿にしてるのはわかってる。でも、家族の形見で私を恥ずかしめるなんてひどい。どんななら、そんな質素なものつけないわ。私は家族がいないの、シャーリー。あなたが私にブレスレットをくれることが、そんなに悪いこと？あなたの金持ちの両親は人間で、私たちの両親は何でもないって思ってるの？アメリアは耳を押さえ、走り去り、私のいわゆる婚約者たちが後を追い、私も引きずられてついていった。息をつく間もなく、巨大なトラックが道を猛スピードでこちらへ向かってきた。ヨエルが叫んだ。アメリア。彼らは全員、彼女を助けようと飛びかかった。しかし、私は置き去りにされ、トラックにはねられ、宙を舞った。シャーリー。暗闇が迫る中、誰かが私に飛びかかるのを一瞬見て、3人の慌てふためく声の混乱を聞いた。アメリアに傷が。すぐに集中治療室に連れて行かないと。